はい、よあれ始まりました。いしょ。はーい。アップルトークと青木修一ロック道場の始まり違う合同撮影会。始まり久しぶりです。でもないかな。ロック道場はしょっちゅうやってますね最近ね。これはだからこの動画はですね、ロック道場とアップルトーク、岩下さんのチャンネルと両方、アップされますんで、皆さん好きな方見てですね、はいお楽しみいただきたいと。はい。で今日の企画は何でしょう。今日の企画はですね、うん。青木さんにアップルスタジオにお越しいただき、久しぶりに、呼ばれました。呼ばれて飛び出てじゃ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 ーんですけど。じゃ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 んで、これはちょっと発音が私ちょっと英語の発音が苦手なんで、皆さんにこの方から。J-pop streaming by Pierre Reyet Renaud。ピエールさんですね。この J-pop ストリーミングっていうサイトをこのピエールさんが運営されてて、ピエールさんはどこの人？ピエールさんはなんか J-pop が大好きで、日本のフランスの人？ピエールさんどっかの？多分フランスのピエールだかね、フランスなんで、ちょっとそれでわかんないけど、ごめん、国まで聞いてなかった。で、ピエールさんがね、1994年以来、ナイトホークスの長年のファンで、すごいね。はい、ありがとうございます。それで、この J-POP ストリーミングってこのピエールさんのサイトにインタビュー記事を載せたいので、メールで、インタビュー用のご質問をたくさんいただきました。それに、それにその質問がちょっと楽しかったので、質問に答えをコーナーね。そうです。なるほど。でこの私たちの動画にもアップされるし、ピエールさんのサイトにもアップされるということで、はい、皆さん今日はそういう質問してください。お楽しみいただければと思います。楽しめるかな。わかんないな。そんなこと言わない。わかんないな、それは。楽しめるかな。いや、さ、なんかさ、ほら、質問に答えるとさ、いつもと違う顔が見れるじゃないですか。例えば青木さんの。僕自分のチャンネルでやってるからね、質問コーナー。自分のチャンネルで。でもさ、質問の内容ってさ、人それぞれみんなバラバラなわけだ。聞きたいことってね。もちろん。それで自分が思ってもいないような質問が来たりするわけじゃないですか。それで面白いかなっていう。面白いかな。どうぞ。はい。じゃあ行きます。じゃあピエールさんの質問、まず1、バンドの歴史について。歴史。はい。バンドの歴史について。ナイトホークスは日本のハードロックの伝説的存在です。そんなことはないわ。1900ちょっと間違いもあるので後で間違いって言うな。いや間違い次から間違いもあるので間違いって言うな、伝説的を突っ込んでいいので、1981年の結成当時どのようにしてバンドが集まりましたか。まず1981年ではありませんでしたね。結成は青木さんナイトホークスの結成はだいたい何年ぐらいだったか覚えてらっしゃいますか。覚えてないです。でもまあ大方合ってんじゃない。そうですか。違うかな。まずソニーのオーディションに出したのは1987年のオーディションだったんですよ。全然そんなのはもうでしょ。で大バートでしょ。全く後期ですから。じゃあ1981年で合ってるぐらいですか。まあ合ってるぐらいですね。6年ぐらい。その6年ぐらい前にその前で僕はアクスミットってやってて、まあその前にドライドアップウィンドウっていうのやってて、その前にオーバーナイトセンセーションっていうバンドやってて。で、私でもね、全部見てます。すごいね。アクスミットの後にナイトホークスっていう名前をつけたんで、多分80年、81年で合ってんじゃないかな。そのぐらいだったんですね。まあ定かじゃ合ってると思う。でですね。でその1981年じゃあナイトホークスってバンドにするぞって言った時にどのようにしてメンバーが集まったんですか。どのように。はい。メンバー集めはどうされたんですか。青木さん。どうしたんだろうな。近所のミュージシャン。いや、そのままアクスミットから継続した人もいるし。
いるし、スカウトした。いやスカウトとかはしてないけど、工藤君と松本君が新たに入ったんじゃないかな、そこに。じゃあ第1期一番最初のナイトホークスの時に3人もういたってことですね。工藤さん、松本さん、青木さん。ナイトホークスって名前にした時にってこと？名前そうそういたと思う。最初3人いた。工藤は1年ぐらいで辞めるけど。辞めるけど、でも決戦の時は3人いた。いたと思う。あとはメンバー誰ですか？あとは鎌田ギターの鎌田さってん。いうのと、岩尾っていうのと、山尾さんもギター。土田、キーボード土田久美子。じゃあ男性ギタリストが2人いて、そう青木さんはボーカルだけでキーボードにいや、ボーカルだけではないかな。ギターも弾いてましたね。ギターも弾いてたと思うけど、っていう構成。僕に関してはいろんなことやってるのでわからない。ボーカル、主にボーカルをやってたけどギターも弾いてたような気もするし、キーボードにしたかもしれないし、それが第1期かな。1期といえばとにかくナイトホークスという名前が誕生した時はそのメンバーだったと。そうですね。そういう感じ。そうです。6人編成。6人編成だそうです。はい。で、バンドの初期の音楽スタイルに影響を与えた大きな要因は何でしたか？だからナイトホークスというバンドのスタイルあるじゃん、ハードロックな感じですかね。そのスタイルに影響を与えたものは何ですかっていう感じですかね。間違いなくホワイトスネークですね。ホワイトスネークが大好きだったから。そうそうそう。でそのホワイトスネークっていう前に僕はカンサスとかが大好きだったから、だからその前はカンサスみたいなことやったり、ホワイトスネークみたいなこともやってたわけ。でもそのナイトホークスっていう名前になってからは、カンサス色が消えホワイトスネーク色が強くなった。ホワイトスネークみたいなバンドをやりたいぜっていうんで組んだのがナイトホークスみたいな感じですよね。そのまんま。そう思って私も見てました。そのまんまだから。ホワイトスネークをやりたかったんだ。だからホワイトスネークっぽい曲も作りたかったってことですよね。バンドでやるのにね。もちろん。でそのまんまスネークのカバーやってたけど、カバーもやってたけど、もちろん。だけどなんかカバーだけやっててもカバーバンドなんで、だから同じような感じのものを作ってったわけ。なるほど。全部じゃないけどね。で初期の活動を振り返って、特に誇りに思う瞬間や出来事はありますか？ないですね。誇りを思うことは特にない。ないです。別にないですね。特にないが答えです。ないです。バンドは長期間活動を休止していました。その決断に至った理由を教えてください。活動休止に至った理由。特に流れて。いや田舎でバンドやるって大変で。いやこれ休止そうか休止いっぱいあるからね。そうだからまずその初期の頃の休止。初期の頃っていうのはもうそのバンドを続けていくっていうのが大変で、人間関係とかもうぐちゃぐちゃになったりいろんなことがあって、で僕はもう疲れ果てたわけ。バンドを維持していくのに。それで一回僕はもうほとんどやめるんですよ。ナイトホークスも一回やめた。放棄するっていうか、何も言わずに活動をやめてしまったって感じですかね。活動やめた。ちょっとだけ有名だったから、ゲストとかで呼ばれる時は、ちょこっとサポートで男のギターの人2人入れたりとか、ドラマも違うやつ入ったりとかでやってたんだけど、それもあんまり長続きはせず、で僕はもうバンドに疲れ合ってたわけ。それがもう24、5かな。それ疲れた理由はわかります？だからもう飽きた。いやいやそうじゃなくて思うようにいかない。人間関係とか。いや人間関係だけではなくて、要はデビューもできないし、いくらやってても。活動しててもデビューにつながらなかったってで言われる、そのレコード会社と話をしたりすると必ず言われたのが一人でって言われるわけ。
ああなるほど。バンドいらねえよってなるわけ。まあどことは言わないけど、で俺はバンドがやりたかったんで、ああそんな別になんつうんだろう、まあ俺ほら一人でもうやるやん、いろんな曲を。ソロもやるからね。それこそその時に作ってたのは街角とか、そうああいう歌謡曲っぽい。ソロ活動は全然バンド色と青木さんは違うんですよね。そっち側でデビューしないかっていう話があったわけよ、何個か。なるほど。だからテレビとか出てましたもんね。いやそれはあんま関係ないけど、だからそれは僕は嫌だっつって断ってた。でも結局そのもうバンドの疲れだなと思って、でそしたらちょっと東京、僕はまだ北海道からその時に東京の知人からその、アレンジャーで来ねえかって話がもらって、で僕はアレンジャーで東京にもう出ようとしたわけ。で出るのにあたり、テープを作ったわけ僕が、自分の青木修一ソロワンツーカセットの2本組作ってました。作っておこうと思って、それまでの楽曲をテープにして、そのテープって青木さん最近ほら青木さんのチャンネルでアップされてますよね。してるしてるね、あれが入ってるテープですよね。そしたら、君は勝手になんかヤマハかなんかのオーディションにヤマハとソニー、ヤマハとソニーかそっからまた話が変わってくるわけ。ちょっと一言いいですか。勝手ではありません。コンテスト出していいって一応聞きました。それで青木さん中止長かったじゃないですか。私青木さんの違うユニットのバンドにスカウトされてて覚えてます？覚えてるよ。スカウトされて、いろんなことやってたからね。いろんなことやってて、青木さんのいろんなことやってるうちの違うバンドにスカウトされて、そこでギター弾いてたじゃないですか。でその時でもそういえばナイトホークスなんか全然やってないよなってずっと思ってて、見に行ってた人だからずっとあったし、そしてもう全然興味なかったからね。俺はで青木さんに何気に青木さんがスカウトしてくれて、青木さんといろいろねバンド活動できるようになってたから、それで青木さん、ね、ナイトホークスやらないんですか、ちょっと私入れてナイトホークスやってくれませんかって言ったら1回ぐらいいいぞみたいなノリになったじゃないですか。でその時にちょうどオーディションがヤマハとソニーのオーディションがあって、それで青木さんに出してもいいって言ったらあんまり覚えてないみたいですけど。覚えてないですけどまあもうその辺だからあんまりないから、そのバンドに対しても。まあそんなにやりたいならやればって感じで軽いノリだったんですよね。でその時に久々に工藤と松本に言って、コンテスト出るぞみたいな。で出るからやるかっつったらやるっつって、そしたらなんかソニーから話が来たんだよね。そしたらソニーもヤマハも受かってヤマハは全道大会だけで、そう覚えてないけどソニーから話が来た時に俺断ってんね一回。あ、そうなんですか。いや俺も出るつもりだったからバンドじゃなくて自分で。ああなるほど。だからどうせソニーなんて無理だろうと思ったの。いや無理だろうっていうか、まさか無理だろう。違うソニーと契約するのが無理じゃなくて、そのソニーがナイトホークスと扱えるとは俺は思わなかったわけ。ああそうだよねそれ。だからていうかじゃあ扱うとかあんのかっていうと、そんな別に分かんなかったけど、そしたらその当時の札幌の営業所の SD 北海道の所長っていう人が、ものすごい何度も俺を勧誘したわけよ。もうとにかくやれと、お前はやらなきゃダメだっつって、俺は腹の中でもっと早く言えよってずっと思ったんだけどなるほど。そして、その東京のソニーの人とかの話をして、でとにかく大会に出てくれっていうことになってでグランプリ取ってデビューが決まったんだよ。っていう流れだったんですね。そうでデビューすんだってなんか俺が思ってその時でその時もあんまり実感ない。まだ実感ないね。そうだよね。だって私が入って会ってるの1年経ってなかったですからね。だから青木さんノリでやったのがそういう流れになってしまったっていう。だからすごい頑張ってた時期があって、そこで一回僕はもう燃え尽きちゃってるから、
その燃え尽きた後にデビューってなってるから、そうだよね。なんか、実感はまあね。まあいいやと思って、うんでまあやるんならもちろんうん必死こいでやるけど、うんみたいな感じかな。やっぱりアルバム作るってレコーディング始まってからエンジンかかってって感じですか。そうね、うんまさに。ね。ほんでまたこれもね、話せることと話せないことがあるんだけどそれ話せないことはみんな聞きたいんいじゃないやですか。なかなかね、やっぱり僕ってそういう星の下に生まれてるっていうか、はいトラブルしか起こんないんだよね、うんうんやってても。うんそれはそのメンバー間のトラブルもそうだし、レコード会社と事務所のトラブルもそうだし、もういろんなトラブルが続いて、結局また僕は疲れ果てるわけ。生まれ持ってのトラブルメーカー。そう全くそうなのよ。っていう歌が。で結局その事務所がメンバー首切って青木さん一人でやってくださいって話にまたなったわけよ。結局は。結局は。結局トラブルは続きで。トラブルというか、まあ売れないからもあるけど、でその時に。でその時からうん俺はなんとかバンドを維持したいっていう思いがあったので、うんある意味事務所サイドの意見にほとんど従うようになってったわけよ、俺が、やることがああ、なるほど。バンドの維持させるために。バンドをこうしようって意見、あっちからこっちから事務所の人とかレコード会社の人とか言うことを取り入れ出したと。なるほどなるほど。だけどもうそれにもうん結局僕は疲れ果てたわけよ。もういいわってまた思っちゃって。あ、そっか。それでデビューした後のナイトホークスの休止がそっから始まるってことにつながる。また疲れたのよ。もう疲れた。デビュー前に一回疲れ、デビューしてからまたしばらく経って疲れ。疲れ。いやデビューしてる最中もずっと疲れてたけどね。ナイトホークスの2回の休止の理由はその疲れ。そうです。いやまさに。だから僕自分のねチャンネルでも言ってるんだけど、今ぐらい楽しい時ないのよ。バンドやってて。よかったそれは。だってプレッシャーないし、そうね。誰にもぐちゃぐちゃ言われないし、自由だしね。メンバーいいし、自由だね。まあこんなバンドって楽しいのかと思ったもん。60過ぎてから初めて知ってバンドっていいんだなみたいな。よかった。次休止理由についての2番目の質問で、休止中、メンバーの皆さんはどのようなクリエイティブまたはプロフェッショナルな活動をされていましたか？さあどうなんですかね。私アップルボックス。あなたこんな素晴らしい店構えてね。アップルボックス創業20年になりま素した。晴らしいよね。プロフェッショナル。君が一番出世頭じゃない。そうなんですか。間違いなくそうです。出世。僕は工藤君松本君ようわかんないけど、松本君はね、松本さんもあれですね、ずっとベースシストでね。いやあの人は先生だったからずっと。ね、先生もやってるし、セッションミュージシャンもやってるしね。いやそれもよく僕はわからない。うん。僕はだからブルーベルベットっていうユニット組んで、やってましたよ。だってすごいいろいろやってる。キングスキングスもやってましたキングね。スもやって、あれはすごかったですよ、青木さん、キングスね。そうですか。めっちゃすごかったですよ。皆さん知ってますか、キングス。知ってますよね。キングスっていうの、だからあれはだからピエールさん知ってますか、キングス。ハードロックをやりたくてやったね。バンドグッドなかっこいいバンドで。で全く違う多分みんな聞いたらびっくりするんじゃないかっていうようなナイトホークスの青木修一から全く想像のできない世界観がブルーベルベットなんで、ブルーベルベットはね。でキングスはナイトホークスとはまた違ってもっとハード、もっとハードで、でもっと洋楽チック青木修一ソロも出したじゃないですか。出しましたね。それはまたハードロックな青木修一さんのソロみたいな。いやそれは聞いていただかないとわかんないんですけどいろんな要素が入ってます。僕の好きなファンクな感じとかストレートなロックとかバラードとかいろんなの入ってます。青木さんのそのツッ
作り続けてる作品の数って本当にアマチュアの頃から知ってますけど、ものすごいプロフェッショナルクリエイティブな作品がすごいありますよね。本当にすごいあるんですよ。売れてませんけどね。売れてない小室哲哉さんぐらいあるんじゃないかっていうぐらいあるんですよ。売れてない意味ないんですけどね。意味ないってことはない。ああ、それもいろんなね、いろんなパターンのいろんなジャンルのことされてるんで、ですね。名曲いっぱいあるんですよ。隠れた名曲、名曲じゃないんだよね。埋もれて誰も知らない名曲いっぱいあるんで。で誰も知らないまま埋もれたまま終わるんですけどね。埋もれたままね、誰か掘り起こす。ちょっと掘りますかね。どこ行ったみたいな。青木さんのくまちゃんバナナスタジオにいっぱい埋まってるじゃないですか。だから結構放出してますけどね、YouTube で。私あとこの創業20年のアップルボックスと、あとはね2000年に香りというそれはやってましたね。ミニアルバム全部で自宅で青木修一さんのように全部自分の部屋で作った CD 出してます。僕自分の部屋だけじゃないけどね。CD ここにいない。僕はちゃんとスタジオも使ってますから。さあそっか、私これ2000年の時この時ってちょうど2000年って DTM っていうのが雑誌でデスクトップオブミュージックで家で全部自分でパソコンで音楽作れるっていう時代に突入した前後ぐらいだったんですよ。だからやってみようと思って。全く知らなかったですね、僕これやってるの知らないですよ。休止中だったから青木さん知らない。連絡も全く取ってないからね。全然取ってない。だって青木さんソロ活動とかで忙しかったもんね。あとなんかいろんなバンドもやってたし、レコーディングとか。私はこれ2000年から2005年までの間をこれで、2005年からアップルボックスでこういうことをやってましたっていう話で。なるほど。次、ナイトホークスの再結成はもともと計画されていたのでしょうか、それとも予期せぬ展開でしたか。いやいや、解散してないから。解散してません。はい。解散してないんで再結成も何もないんだよね。あと多分ナイトホークス原田健太おがんのことを言ってんのかな。そうです。で、それはノリだね。ライブを何本かやってるうちに馬があったって感じですよね。それだけで、ほらそのぐらいから1990年ぐらいからそのナイトホークスっていうのを好きで聴いてる人なんかは、意外かもしれないけど、僕はギターも好きなんだけど、別になんつうんだろう、ギターを弾いてなきゃ嫌な人じゃないのよ。それはもう前の僕を知ってる人は分かると思うんだけど、何でもいいのよ、僕楽器って。音楽好きなんでね。そう音楽好きおじさんで、たまたまギターを持ってたまたまギターの練習をしてで弾けるようになって、でたまたま岩下さんが入って、でも岩下さんそんなにソロ弾く人じゃないから僕がソロを弾いてたっていうだけの話なのね。で健太なんか入ると、健太は全然普通にギター弾けるし、今岩下さんもすごい上手くなったから、別に俺弾かなくてもいいかなっていうなんていうの、瞬間があってもいいなって、全然弾かないんじゃないけど、キーボードばっかり弾いてんだけど今。だからキーボードもギターも僕の中で同じなんで、だからそういうのもあって健太入ったら面白いなと思って、で新次から今おわんちゃんに変わったけど、非常に素晴らしい人柄だし。でおがんちゃんとさ、健太君と青木さんとノリ合うんだよね。合うね。喋っててノリが合うんだよね。ノリ合う人合わない人ってやっぱりいるからね。もちろん人間だからね。でもね、お二人は青木さんと本当合うよね。やっぱりね、音楽っていう
素養をちゃんと持ってる人たち、うんだからそのなんていうんだろう、だから君とかシンジとか工藤ってやっぱりその音楽の前に幼馴染みたいなとこあるじゃないありますね。でそっちが先に出ちゃったりもするし、腐れんね。だからだんだんうまくいくとこもありゃうまくいかないとこも出てくるけど、彼らはそんなとこないんで、要は根本的にルーツにまず音楽があって、彼らの素養があって音楽のでそれがまあこうか不幸か僕の音楽を好きになってくれて2人とも、で彼らもその僕が作る音楽を奏でるのが楽しいって言ってくれるんで、ね。これは非常になんつうの僕としてもやりやすいし、で2人ともうまいからいくらでも触れるし、ね。自由度が僕がものすごく増すのよね。ですごい自由度増しましたね。増しましたね、だから本当そうですね。そうです、だからすごく今は面白いしバンドやってても僕は楽だし、青木さんの負担も減ったし自由度もそうですね減ったし、好きなことできる範囲もめちゃくちゃ広がったし、まあいいことだらけでしたね。岩下さんもいいことだらけでしょ。私も楽しいですね。ちょっとねえ岩下さんもね、はい。右間なんかめちゃめちゃギター弾けるようになって俺が弾かないからあんなことないか、まあいいよでね、はい。で次バンド再結成について。今言ったじゃんだからナイトホークス再結成のきっかけはだからないってそれ今言ってないんだよだからそうですね。何でしたかっていうのは、ライブを何本かやっていてっていうだけの話、長いブランクを得てメンバー間の音楽的なケミストリーを、化学反応みたいな感じですかねを再び生み出すのは難しかったですかって結局僕はアレンジも含めて大体作っちゃうんで、だからそれを満足するメンバーとしか僕はできないわけよ。そうですよね。でも今青木さんがアレンジしたものをそれぞれのメンバーに渡して、私と健太君とおがんちゃんがそれぞれ自由に弾かさせてもらってるわけじゃないですか。決めてることは別として、例えばソロの部分とか、なんていうの、ベースだったらベースラインとかね。だからそこも別に俺昔からベースライン決めてたわけじゃないし、そうかそうか。だから一緒か。そんな変わんないっていうか。そんなに変わらないです。なるほど。新しいラインナップは、オリジナルのナイトホークスのエッセンスをどう維持しながら新たなエネルギーを取り入れているのでしょうか。すごいねこの人新しいラインナップ、ナイトホークス原田健太オーガンのことだと思うんですけど、そのナイトホークスっていうのは名義の前ナイトホークスでデビューする、これ全部違うわけよ。モチベーションもエネルギーも何もかもが違ってて、で、でまたその健太とかオガンとか入れてやる、全部その同じ曲でも違うのよ。今だから例えばじゃあ前のナイトホークスの楽曲をやっても違うわけよ。東京シティブルースをやったとして違うんだよ。もう前のじゃない。アマチュアの時のもうデビュそうだし、ーした時の東京シティブルースで今の東京シティブルース、それはだって演奏する人たちが違うわけだからそうでで工藤君にしろ岩下さんにしろやっぱり違うわけよ。もう、前とは。多少成長してるのかもしれない。やっぱり持ってるものも変わってくるし、だから今は今のだから前のモチベーションとかそういうんじゃなくて、今の形、今の形だから、それを僕がそのナイトホークスっていうバンドで今何をやるべきなのかって考えたのは暗黙の意味なのよ。だからモチベーション云々っていうのはだからその瞬間その時今どういう感じなのかっていうことが全てっていうか、だから前の感じとかはもう覚えてないし覚えてないな。その時その瞬間でそうこれっていうのをそうやってるだけ。やってるっていうね。こ
これだからその前の昔の曲やってようが今だから、今の感じなんだよ、昔の曲をやってますなんて感じないんで僕は。これも今。そうですそうです。ナイトホークスの音楽は長年多くのファンの心に響いてきました。そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか。ピエールさんね、ファンでいてくれてるんでね。ありがとうございます。ハードロックが日本の音楽においてタイムレス、時代を超えたジャンルである理由は何だと思いますか。わからないですね。まあでもさ、それは、どうぞ。いや音楽ってどのジャンルにおいても時代を超えて聞き継がれていくものでもありますよね。そうですね。ハードロックに限らずね。そうです。だから、そうその通りです。答えは。ハードロックに限らず、音楽というものはそういうものなのではないかという、そうですね。よいまね時代を超えますから関係ないですね。ね。日本のロックの進化について、進化、そしてそれが世界から日本の音楽シーンへの見方をどう形作ったかについてどのようにお考えですか。これ難しい。日本のロックの進化について、それが世界から日本の音楽シーンへの見方をどう形作る。ロックって進化してんの？いやジャンルが増えてるのはなんか確かにジャンル増えてるじゃないですか。なんかミクスチャーロックみたいな感じ。あれは進化なの？いや進化と新しいジャンルと言うんですよ。進化ってちょっとね言葉がちょっと新しいジャンルが増えたってことだよね。そうですよね。進化とか対価はあんまり音楽の中芸術だからね。だからね、これはもう僕は幼い頃から思っていることで、ロックってとてつもなく曖昧な言葉なんだよね。でそれの定義なんかは人によって様々で、ロックはこうだっていう人がいて、でだから結局私は何も分かってなくて、ロックってなんだよって何も分かってない。ただ分かっているのは勝手な感じ、思い込み。これが自分の中におけるロックな感じ。だから僕は拓郎さん、吉田拓郎さんにロックを感じる時もあるし、陽水さんに感じる時もあるし、全然そういうロックっていう一般的にはそういうふうに認知されてない人たちにロックを感じる時もあるし、僕はマイケル・ジャクソンにも感じるし、だからちょっとだから僕の感じ方、捉え方と違うのかもしれないね。普通の人は。そうですね。俺はね、とにかくなんかガツンってリズムがガツンときたらもうロックだよ。ガツンとくるものがロック。そうそう。魂にガツンとくるぜがロック。魂っていうかリズムだな。リズムがガツンと。ビートヒットって間違いないロックじゃない。ガツンときますね。で、俺ビリー・ジーもロックなんだよ俺。ガツンときますね。ガツンとくればロックって感じ。別にセッペリンのガツンもあれば、拓郎の置き去りにした悲しみ屋のガツンもあれば、だからなんていうの、別に俺セッペリンも拓郎も変わんないんで。感覚人それぞれかもね。とにかくガツンとくればロックかな。だから、進化ってだからジャンルは増えたが、あと AI をねとミックスされたような音楽も増えたしね。だから時代が変わるので、そういう使う楽器や仕様やいろんなやり方が変わるわけで、今なんてボチンってボタンを押したらアレンジしちゃってなんじゃかで出ちゃうわけで、それはいいも悪いもなくて、それはそういう時代。そうですね。だけどその中でそれに満足しない人はオリジナリティを目指すだろうし、満足する人はそれでやるだろうし、僕はそれじゃ満足できないのでやるだけ。それにいいも悪いもないし、だからその人やろうとする人のそれこそソウルだよね。魂っていうか。多分ロックに進化って
って進化って使うとしたらなんか機械が進化したとかさ、そうですね。エフェクターが進化したっていうのうん、はそれはあるかもしれもうないめちゃめちゃ技術的な進化はあると思うけど。でも芸術ロックって音楽に関する進化っていうんじゃなくて、それは種類が増えたとかね、そうですね。そういう感じだからですよね。ちょっとだからこれ日本語ピエールさんがね外国の方なので、まあいいんじゃない。それはそういそれで。えば日本語の訳がおかしかったらごめんなさいっていう、そういえば言われてました。なのでまあじゃあこれはこれで、次新曲の暗黙の日々について、はい、初のミュージックビデオリリース、まあ、ナイトホークス原田健太大金ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。楽曲暗黙の日々のテーマやインスピレーションについて教えてください。これはだって40年前ですからね、作ったのは。はい、この楽曲は青木さんが40年前に作った楽曲です。で、その40年前の今掘り起こし、ナイトホークス原田健太を拝んでやったというそのインスピレーションのテーマをお聞きしたいんですけど。いやだからその40年前にインスピレーションは覚えてませんけど、じゃあ今のインスピレーション。いやだからその、プログレッシブなものをやりたかったっていうのがまずあって、でその当時はカンサスとかが好きで、でもカンサスのような曲調がやりたかったわけでもなく、なんかそういうものを含めた上での自分なりのプログレッシブ的な、でもそこまでプログレッシブじゃないぞみたいなものを多分作りたかったんだと思うね。でその当時21や2の時に作って、それを今回やろうと思ったのは、その僕はさっきもちょっと言ったんだが、そのオガンとケンタを入れた体制、いわゆる、ケンタがギターを弾いて岩下がギターを弾いてっていう場面、そうすると僕はキーボード弾けるっていう場面になるわけだよね。そうした時に、この曲をその岩下の YouTube かなんかで流した時に聞いたライブの音源かなんかを聞いた時に、すごいその自分の中で蘇ったわけだよ、その時の感情っていうか、あの時に掘り起こされた、すげえなみたいなこんなの俺作ったんだなと思って、だからそれがずーっと頭にあって、で何か今のメンツで何かをやりたいと思ったわけよ、で新曲も作ったのよ俺、でもこれだなと思ったのが暗黙の日々だと、そのインスピレーションはこれだなと来た。そう、これだなってこれをやるべきだと思った。ひらめいたっていう。なんか全員が目立って全員がかっこよくなって全員がロックできて、で俺の好きななんか歌謡チックな感じもあってみたいなものが、あこれがいいなってズバンときて、もうこれを取ろうと。青木さんの頭の中で多分このメンバーが暗黙の日々を弾いてると、こうなってこうなってこうなるぞみたいな想像ついたってことですよね。その通りにやったみたいな感じで、でその通りになったしね、完璧でビデオも完璧だし、あれだから俺がやりたかったこと、だからもうギター弾いてない俺を見た人はがっかりしてるかもしれないけどまあ次回なんじゃこれやと思ったかもわからないけどね、新曲でギターああいうことをやってたわけですよ昔はね、でも今度トリプルギター期待しましょう皆さん。それも全然ありますけどねトリプルギターの曲お願いしますそういう感じですね、暗黙の日々は。で今回のリリース制作プロセスは過去の作品と比べてどのように異なっていましたか？いやもう過去の作品ですからね過去の作品だったんでごめんなさいですね。そうですね、異なっていたも何もないね。ないですね、ないです。新しい MV には、暗黙の日々の MV には独自のスタイルが現れています。ファンに伝えたいメッセージや物語は何でしょうか？いやそれ別にないかな。ガツン。そうですね。ガツンと。ガツンと来ていただければ。ガツンと来て。それだけです。はい。ガツンと何かを感じていただければもうそれでもう我々は OK なんで、我々と俺か。いや俺も。だからもうガツンと来ていただければもう。ガツンと。
理屈抜きです。はい、理屈抜きか聞いて、いいんじゃないと思ってくれればもうそれで OK なんで。はい、異色の質問します。あどのジャンルでも構いませんが、もし生きている人、または個人のミュージシャンでもいいんですが、コラボレーションできるとしたら誰を選びますか？その理由は。それはいっぱいすぎてちょっと答えられないな。じゃあトップ3。いやー悩んでる。いやー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 難しいな。難しいですか？ベックですね。ベック、まず一番ベック。ジェフ・ベック。ジェフ・ベック。次。その理由は？理由いやもう唯一無二だからですよ。唯一無二の。もうそれ以外何もないです。あとクリス・スコアヤですね。クリス・スコアヤ、はい、その理由は？唯一無二だからですね。はい。もう。あと3番目。コージー・パワーですね。コージー・パワー。唯一無二だからです。ジョン・ボーランもいいけどね。でもまあいっぱいいますよ。それはもう山ほどいます僕は。まあそんな感じですかね。私はちなみにジョン・フルシアンっておマイケル・ジャクソン。いやマイケル・ジャクソンは一緒にやるよりは見たいでしょやはり。彼と一緒にやったって楽しくないよ多分。いやなんか楽しそうにやってる女性ギタリスト2人ぐらいいたんでいいなと思って見てたっていう。そうかね。俺はいらねえなと思ったんだけど。やっぱ彼は見てないと。ね、じゃあ、はい。こんな感じですかね。はい。ナイトホークスがどこでも演奏できるとしたら、空想の設定でもどこでもいいんです。どうでもいいんですけど、どの場所を選び、どのようなショーにしたいですか？いやマディソンスクエアガーデンですね。マディソンスクエアガーデンで、はい、やりたいですね。はい。っていうどのようなショーにしたい？どのようなショー？ハードロックショーですね。ハードロックショー、ド派手な。ド派手なね。私はね、どこでもいいんですけど、野外の野外ね。空が広い野外で見たいです。野外ね。野外では、はい、どこでもいいです。はい、そんな感じですかね。てな感じで、お送りしました。青木ロック道場、アップルトーク合同訓練。訓練ですかこれ？楽しい質問合同質問コーナー。ね、皆さん番組を作るためにどしどしご質問をいただければまたお答えしますので。お答えしますので、よかったらこんなことを聞いてみたい、あんなことを聞いてみたい、青木さんの好きな食べ物は何ですか？でも何でもいいのでもう全然どしどし送ってくださいということで、今日はこの辺でバイチャ。またねー。2人ともチャンネル登録よろしく。よろしく。